漆黒の宇宙に輝く無数の星々、その中で赤く光る火星が静かに浮かんでいた。人類はなぜ果てしなき宇宙に憧れるのか、なぜ火星を目指すのか、その答えは我々の DNA に刻まれている。近未来の宇宙開発センター、科学者たちが火星探査計画の最終準備を進めている。科学者 A は古文書を机に広げ、ノアの箱舟伝説やアヌンナキの記述を指さす。私たちは火星に戻るべきなのかもしれない。科学者 B は驚きの表情を浮かべる。戻るってどういうことだ？科学者 A はモニターを操作し、火星の地下に存在する異常なエネルギー反応のデータを映し出す。この信号が示すものが何か確かめるしかない。アヌンナキ、かつて火星に繁栄した種族、彼らは地球へと移住し、人類を創造した。そして今、彼らの痕跡が目覚めようとしている。火星の記憶。時は数百万年前に遡る。かつて火星は地球よりも高度な文明を築いていた。都市はガラスのようなドームに覆われ、巨大なタワーが青白い光を放っていた。しかし火星の環境は急激に悪化し、砂嵐が都市を侵食していた。評議会の中心に立つ長老が重い声で告げる。火星は滅びる。我々は新たな世界を求め、宇宙へ旅立たなければならない。巨大な宇宙船がゆっくりと発進する。乗船する人々の中には、涙を流しながら火星を見つめる者もいた。再び戻れる日が来るのだろうか。火星人たちは地球に降り立ち、文明を築く。そして彼らは自らの DNA を用い、新たな種、地球人を創造する。彼らは我々の記憶を受け継ぐ神話の中に形を変えて、異変。再び現代、火星探査機が送信したデータを解析する科学者たちの表情がこわばる。この信号は人工的なものだ。探査ミッションの指揮を執るのは宇宙生物学者レイナ・高橋博士。彼女は幼少期から火星に強く惹かれ、研究に人生を捧げてきた。ついにこの目で確かめる時が来た。有人探査ミッションが緊急決定され、レイナはチームの一員として火星へ向かう。火星に着陸し、砂の中を進む探査チーム。地下へ降りる道がある。彼らは洞窟の奥で巨大な石棺のようなカプセルを発見する。その瞬間、石棺が青白い光を放つ。レイナはカプセルに手をかざし、謎の記号が浮かび上がるのを見つめる。これは DNA のコード。衝撃。カプセルの中から現れたのは眠れる火星人のホログラムだった。よく戻ってきた。我々の記憶を継ぐものよ。ホログラムは語る。かつて火星人が地球へ移住したこと、そして人類の誕生が彼らによるものだったこと。しかしお前たちは間違った道を歩んでいる。火星人は続ける。地球の環境は火星と同じ運命をたどりつつある。かつての過ちを繰り返すな。レイナは愕然とする。私たちの使命は火星へ戻ることではなく、地球を守ることだったの。彼女の心に湧き上がるのは科学者としての使命感と人類の未来への希望だった。希望。火星の施設を後にするクルー。宇宙船の窓からレイナは火星を見つめながら静かにつぶやく。帰るべき場所はここではなく地球にあったんだ。我々はどこから来たのか、そしてどこへ向かうのか、答えは私たちの中にある。